RX93 ニューガンダムは機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場したアムロレイ専用機です。逆襲のシャアという作品が劇場版公開前からマルチメディアで展開されていた都合上、劇場版と小説版、さらに映画の特報版などデザインの揺れが大きく、いくつかのバリエーション機が存在します。アムロ最後の登場機であり、さらにアシンメトリーでありながらも整ったデザインということもあって非常に高い人気を誇っており、初登場から30年以上経った現在でも数多くのバリエーション機が登場し続けています。今回はそんなニューガンダムの系譜について解説させていただきます。ニューガンダム映画版。まず劇場版に登場したニューガンダムです。白と黒を基調とした落ち着いた色味と背部に搭載したフィンファンネルが印象的な左右非対称のデザインが特徴です。本機はシャアの反乱に対抗するためアムロ主導のもと彼の専用機として開発されました。グリプス戦役以降第一次ネオジオン構想までの間にモビルスーツの大幅な技術革新が進み、スペリオルガンダムやダブルゼータガンダムなど変形機構や戦術兵器並みの火力を搭載したガンダムが多く誕生しました。しかし新技術が惜しみなく注ぎ込まれた一方で整備性・操作性に難があり、汎用性に欠ける機体が多く見られます。一方でニューガンダムは本体に複雑な機構を搭載しておらず、逆に連邦系モビルスーツの原点に立ち返った非常にベーシックな機体構成が特徴です。とはいえ歴代ガンダムタイプモビルスーツの性能の平均値をもとに技術発展によるアップデートが施されているため、ベーシックな機体ながら宇宙世紀0093でも最高峰の性能を誇っています。またフィンファンネルのようなサイコミュ兵器やシャアから秘密裏に提供されたサイコフレームを搭載したことでニュータイプ専用機の側面と高い汎用性を両立したバランスのいい機体として完成しました。なお本機は実質3ヶ月という短期間でロールアウトされていますが、従来の機体のいいところを取ったベーシックな機体構成がもたらした恩恵とも言えます。ハイニューガンダム。本機の初出は1988年に発表された小説逆襲のシャア・ベルトーチカ・チルドレンの挿絵に登場するニューガンダムとされています。そのデザインは劇場版と異なっており、シールドには水玉のような塗装が施されていて、ゼータガンダムのような大型のスタビライザーが見られます。ただ小説ベルトーチカ・チルドレンは劇場版とはパラレルストーリーの関係にある作品で、作中ではあくまでニューガンダムと呼ばれています。そのためバリエーション機ではなく、あくまで劇場版のニューガンダムにあたる同一機体とされていました。その後データコレクション逆襲のシャア編で初めてニューガンダムの強化発展機としてデザインされ、シャアズカウンターアタックモビルスーツバリエーションに分類されます。なおハイニューガンダムのデザインは大まかに2種類存在しており、紫と白を基調にマッシブな印象を受けるシャアズカウンターアタックモビルスーツバリエーション版、2007年にバンダイ公式に立体化される際にデザインされた青と白を基調にしたスレンダーなプロポーションのマスターグレード版があります。後継機としてのハイニューガンダムは3ヶ月の突貫工事で完成した劇場版とは違い、アムロが基礎設計の修正に参加し十分なテストを重ねて完成された発展機です。劇場版と大きく異なる点としては、背部左右に設置された専用のファンネルラックが挙げられます。これにより左右3機ずつフィンファンネルを搭載することで重心のバランスが安定するだけでなく、フィンファンネルの回収・再利用が可能となりました。またプロペラントタンクの搭載により稼働時間が延長されただけでなく、ハイパーメガバズーカランチャーのような高火力兵器も使用可能です。漫画アナハイムレコードではこの強化発展機としてのハイニューガンダムが描かれており、テストのためアムロに届けようとしていましたが、アムロがアクシズショックでいなくなったのでサイコミの性能を測れずに終わっています。一方小説版のハイニューガンダムは3ヶ月の突貫工事で制作された点は劇場版と同一ですが、サイコフレームの入手経路はシャアによるリークではなく、シャアが意図的に戦場に放棄したサイコ動画から直接切り出す形でニューガンダムへ搭載されているなど細部が異なっています。ニューガンダムハイストリーマー版。本機は劇場版逆襲のシャア公開の1年前まで月刊アニメージュで連載されていた小説機動戦士ガンダムハイストリーマーが初出の機体となっています。
SF 漫画家の星野幸信さんによってデザインされており、流線的なデザインが特徴的です。映画公開前にデザインされたためか、ニューガンダム最大の特徴であるフィンファンネルも搭載されていないようで、劇場版とはほぼ別の機体となっています。ただ、ハイストリーマーは劇場版に沿った作品となっているため、デザインは全く違うものの、本機も劇場版と同一の機体という位置づけです。なお、2002年に徳間書店から刊行された徳間デュアル文庫版では、表紙、挿絵がクオリチマキさんによるものに変更されており、劇場版におけるニューガンダムのデザインに置き換えられたので、本デザインを見ることはできなくなりました。とはいえ、フライトフォームに変形したシーガンダムや単影ガンダムに登場するモビルスーツも彷彿とさせることから、後の作品にも少なからず影響を与えているかもしれません。ニューガンダム特報版ファーストロット。本機は劇場版逆襲のシャアの初期の予告編である特報で初登場した機体です。グレーを基調とした機体色とマッシブな体型が特徴で、曇天の空の下から薬莢をばらまきながら東部バルカンを発射している姿が非常に印象的です。しかし、同予告の後半では劇場版に登場する通常のニューガンダムのカットが確認できるため、予告前半のカット以外に出番がない謎の機体でした。それから数十年後、アプリガンダムファンクラブのキービジュアルとして登場した際に、ニューガンダムファーストロットとして再設定され、2020年には GFC のプレミアム会員入会特典として立体化されています。本機はシャアから技術供与がされる以前、つまりサイコフレームを搭載していない設計本来の仕様のニューガンダムです。設定上はフォン・ブラウン工場で建造された後、内蔵火器の射撃テストなど最低限の稼働チェックが行われたとされています。それでも立ち会った連邦高官、技術者たちはその完成度の高さに大きな衝撃を受けたようです。なお、内蔵火器の射撃テストという文言からも分かる通り、ファーストロットの設定にあたって特報のバルカンを発射しているシーンは運用テスト中のニューガンダムという解釈がなされています。ニューガンダムアムロプラン。本機は漫画機動戦士ムーンガンダムで描かれた機体で、アムロが持っていたタブレットに開発中の新型ガンダムとして映し出されるシーンでのみ登場しました。その後、ガンダムエース2019年12月号にて設定画が公開されました。設定では黒とグレーを基調としたプラン A、白とグレーを基調としたプラン B の2種類のアイディアが想定されていたことが示唆されています。デザインは劇場版と酷似していますが、肩から前腕部にかけてゼータガンダムに近い形状になっているなど、細部には差異が見られます。本機はゼータガンダムやダブルゼータガンダムの調達が叶わずリックリジェに登場していたアムロが、自分に最適な機体を追求したいと考えて開発に取り組んでいました。また本機は過去のガンダムタイプのデータをもとに割り出された数値とアムロ自身の経験を生かした調整がされています。本機はあくまでアイデア段階の姿で、この後アナハイムエレクトロニクス社でも研究されていた機体群のデータと合わせ、さらにブラッシュアップされていくことが設定で示唆されています。なお、漫画ムーンガンダムの作中では、ムーンガンダムに搭載されたサイコプレートの活躍を見て、フィンファンネルの着想を得るシーンが描かれています。ニューガンダムダブルフィンファンネル装備型。本機は1988年7月に発売された144分の1ニューガンダムフィンファンネル装備型にて初めて存在が示唆され、その後シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションに分類されました。背部右側のサーベルラックをファンネルのジョイントに置き換え、左右にフィンファンネルを増設した強化形態です。なお、本機には2種類のバリエーションが存在しており、もともと装備していた6機のフィンファンネルを左右に3機ずつ再配置した形態と、ゲームガンダムバトルユニバースなどに登場する左右にファンネルを6機ずつ合計12機装備した形態があります。12機装備した形態では、フィンファンネルの増加に伴い攻撃回数の増加はもちろん、より広域にファンネルバリアが展開できるようになったため、攻守ともに大幅に強化されました。ニューガンダムのロールアウトが前倒しになったことで実現しなかった形態とされていますが、原型機同様フィンファンネルの回収等はできないため、あくまでファンネルを増設しただけのキューバしのぎの強化プランです。またファンネル増設に伴いマウントユニットの廃止や蛍光武器等の簡略化が行われている以外は、原型機からの変更点はありませんが、
フェイスマスクのへの字が3本ではなく2本になっています。全身サイコフレーム搭載ニューガンダム。こちらはマスターグレードニューガンダムバージョンカット機で描かれたコックピット周囲だけではなく、機体各部にサイコフレームが配置されたニューガンダムです。本機のデザインのベースになったのは2003年に公開された OVA ガンダムイボルブ5です。こちらは劇場版をベースにしたオリジナルストーリーとなっているため、ニューガンダムの基本設定は劇場版とほぼ同一ですが、最大の違いとして 3DCG によって内部のムーバブルフレームまで再現されるほど非常に細かいディティールが描かれています。当時このディテールに心を奪われた多くのモデラーの方がこのニューガンダムを参考にしたガンプラを作られていたことはご存知の方も多いのではないでしょうか。それから9年ほど経ち、マスターグレードシリーズバージョン経営の10周年アニバーサリーモデルとしてニューガンダムが製作された際、ガトキハジメさんが参考にされたのがイボルブ5版でした。バージョン経営ではイボルブ5版のデザインを踏襲しつつ、本来コックピット周りにしか採用されていなかったサイコフレームを機器の機構にも取り入れています。さらにサイコフレームの発動時には装甲をパージすることでサイコフレームを露出させる発動モードも新たにデザインされました。これはユニコーンガンダムのデストロイモードでも見られるサイコフレームの発光現象から逆算し、ニューガンダムに落とし込んだものとなっています。これによりコックピット周辺にとどまっていたニューガンダムの発光現象が機体全体に広がり可視化されたことで、よりサイコフレームのイメージが明確になりました。当時はニューガンダムのサイコフレームはコックピット周りにしか存在しないはずが全身に配置されているということで賛否両論ありましたが、そのかっこよさに感動した方も多かったのではないでしょうか。ハイニューガンダムバージョンカトキ。こちらもニューガンダムと同じくカトキハジメ氏によってリファインされたハイニューガンダムです。シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーション版に近いデザインとカラーリングになっています。武装も一部変更されていて、右前腕部のガトリングガンが4連装になり、ビームサーベル発信機も兼ねるなどのオリジナルギミックが追加されました。ただニューガンダムとは異なり、全身のサイコフレームは見られません。ニューガンダム HWS。 ニューガンダムヘビーウェポンシステムはB クラブ27号にて初めてイラストが掲載され、その後シャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションに組み込まれました。シャアの反乱が長期化した場合に備え、ニューガンダムの性能強化を目的として立案されたプランです。一年戦争時に立案されたフルアーマープランをベースとしており、増加装甲による防御力の向上が図られました。増加装甲にスラスターが内蔵され、さらに脚部とリアスカートにもスラスターが増設されているため、フルアーマープランの弱点である機動力の低下は抑えられています。武装面では胸部や肩部にミサイルランチャーを搭載し、大口径メガ粒子砲を2門装備したハイメガシールドや戦艦の砲塔数機分に匹敵するハイパーメガライフルを装備したことで火力も大幅に向上しました。当初は宇宙世紀0094までの実用化と O100 までの実戦配備を目指していましたが、シャアの反乱が早期に決着したことで実現されませんでした。なお本機はニュータイプ専用機としてさらなる発展を目指し、駆動系にサイコフレームを使用するなどフルサイコフレーム化を目指したプランも立案されています。このフルサイコフレームの構想が後のシナンジュスタインや RX0 シリーズ開発にもつながっていくため、ガンダムユニコーンが存在する現在においては開発ツリー上、本機は UC 計画の礎になった機体という解釈もできそうです。ハイニューガンダム HWS。 本機はハイニューガンダムにニューガンダムと同じような HWS を装備した形態です。不思議なことにハイニューガンダム HWS は当時のシャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションに存在しませんでしたが、2014年マスターグレードハイニューガンダムバージョン化時と合わせてデザインされ、プレミアムバンダイで販売されました。武装面ではニューガンダム HWS と同じくハイパーメガライフルとハイメガシールドを持つほか、ガンプラオリジナルでフロントアーマーに学習デが追加されました。またハイメガシールドを5にマウントする第2形態では2丁のニューハイパーバズーカを装着できるようになっています。なお2016年にはマスターグレードニューガンダム HWS バージョンカット機も発売され、学習デなどのギミックがニューガンダム HWS でも見れるようになりました。フルアーマーニューガンダム。本機の初出は
機動戦士ガンダムモビルスーツ大全集の関東ポスターとなっています。HWS システム同様、フルアーマープランの一つで、その武装と増加装甲の構成は HWS とほとんど変わりません。しかし、そのデザインは HWS に比べて装甲が曲線的なものになっていました。また、ライフルのデザインも異なっており、より SF チックな印象を受けます。なお、マスターアーカイブ RX93 ニューガンダムでは HWS がフルサイコフレーム化など長期的な運用を視野に入れたプランとするなら、本機はオプション装備による早期的な強化プランとして位置づけられています。福岡ニューガンダム。こちらは2022年にララポート福岡に設置された実物大の RX93FF ニューガンダムです。ニューガンダムにロングレンジフィンファンネルを装備した形態です。アムロがシャアの作戦が想定以上に早かったので、ニューガンダムのロールアウトを前倒しした結果、実戦投入に間に合わなかった並走プランの一つとされています。ロングレンジフィンファンネルは、ハイニューガンダム向けに検討されていたハイパーメガバズーカランチャーを組み込むというアイデアから生まれた並走で、ファンネル内に小型ジェネレーターが2機搭載されています。さらに、ダブルゼータガンダムのように、ファンネルをニューガンダム本体のジェネレーターと直結して火力を底上げするという方式になっています。そのため、ロングレンジフィンファンネルは大火力の並走として完成しました。本並走は背部に装着したままの状態でビームを撃ったり、ファンネルらしく射出してオールレンジ攻撃を行ったり、腕部に連結してビームライフルとして使用するといった様々な使い方が可能です。PV では背部に装着して使用した際、サザビーの腹部メガ粒子砲を搭載しているので、かなり高い出力を誇ることがわかります。また、大型ビームサーベルを形成することも可能なので、腕部に装着して大型ビームライフル、兼用ビームサーベルとして使うことで、間合いを問わず戦うことができます。フィンファンネルを外した代わりに高火力並走を終えたニューガンダムといったところでしょうか。ニューガンダムハイパーメガバズーカランチャー&ロングレンジフィンファンネル装備。本機はゲーム機動戦士ガンダム UC エンゲージクロスオーバー UC アクシズ編に登場した機体です。シャアとハマーンが率いるヌーベルジオンのニュータイプ専用機に対抗するため、ニューガンダムの新装備として立案されました。フィンファンネルをオミットし、代わりにベルトーチカチルドレンに登場したハイパーメガバズーカランチャーと、ララポート福岡の実物大ニューガンダムに装備されていたロングレンジフィンファンネルを搭載しています。機体本体には手を加えられていないようなので、あくまで装備を変更した劇場版準拠の機体と考えていいでしょう。一見、非常に取り回しが悪そうな武装構成となっていますが、ロングレンジフィンファンネルが巨大なビームサーベルとしても利用できるため、遠距離だけでなく近中距離戦にも優れています。作中では、アムロが本機を器用に使いこなし、ニュータイプ専用機たちと渡り合う姿が見られました。また、ハイパーメガバズーカランチャーは、もともとアクシズの核パルスを破壊するために用意された装備だったため、本機は1機でもアクシズ破壊を実行できるような1機当選のモビルスーツとして完成しました。作中ではロンドベルに合流したカミーユやジュドーと共にシャア、ハマーン、シロッコに立ち向かっています。試作型ニューガンダム PX00531。本機は漫画機動戦士ガンダムジオンの最高に登場した機体です。ニューガンダムの前身となる機体で、サイコミを搭載していない機体のシステム性能を確認するテスト機としての側面が強いモビルスーツとなっています。スマートさを感じられる劇場版とは真逆で、非常にヘビーな印象を受ける外観をしています。本機は地上でのテストで各メカニズムのバランスを取った後、サイコミが搭載される予定でした。しかし、ビルボトン基地へ侵攻するジオン地上軍相手を迎撃するため、いきなり実戦投入されます。サイコミ筆頭載とはいえ、当時のモビルスーツの中では最高峰の性能を誇っており、侵攻するジオン地上軍相手に大立ち回りを演じました。しかし、戦闘終盤でオーバーヒートを起こした隙を突かれ、サザビーに撃破されてしまいます。作中では、本機が破壊されたことで、ニューガンダムの開発はさらに遅れたと言及されていました。なお、新ジオンの最高には、RX92B という試作型ニューガンダム PX00531 と同型と思われる機体が登場します。本作では宇宙用のヘビーウェポンシステムと対をなす陸戦用の増加装甲化プランランドアーマーシステムが施された形態である
G コマンダーの母機として搭載されていました。G コマンダー形態では、モビルスーツ部分は頭部が露出しているだけで、機体のほとんどがユニット内に収められているので、モビルスーツともモビルアーマーとも異なるような独特の見た目が印象的です。そのため、作中の設定解説では地上用移動砲台とも言及されていました。イメージ的には、一年戦争時のギャロップやビッグトレイのような陸戦艇にニューガンダムを組み込んだという感じかもしれません。なお、G コマンダーは同じく近藤和久氏の新モビルスーツ戦機にも登場しており、こちらでは新ジオンの最高段のデザインと異なり、ニューガンダム HWS が持つようなライフルとシールドを装備しています。作中ではギラ動画3機がジェットストリームアタックを仕掛けてゼロ距離攻撃を行う中、G コマンダーもろとも核爆発に飲まれましたが、ギラ動画のパイロットは皮肉にも G コマンダーの重装甲のおかげで一命を取り留めています。ニューガンダムマサダ機。続いてニューガンダムマサダ中尉機です。本機はコミックボンボンの増刊号であるガンダムマガジンに掲載されていたニューガンダム比はネオジオンの亡霊にて登場した機体です。機体デザインそのものは劇場版とほぼ同型で、左剣部のエンブレムのミマサダの M へと変更されています。ただ武装はビームライフルやシールド等は装備されておらず、代わりにビームスプレーガンユニットが搭載されていました。フィンファンネルは装備されているものの、搭乗者であるマサダ中尉はニュータイプの素質がないためただの飾りとされています。本機はシャアの反乱から10ヶ月後、地球へと降下したネオジオン残党を追撃するマサダ中尉率いる捜索隊に配備されました。作中では亡霊と思われる少女が狩るヤクト動画に翻弄され、最終的には随伴していたジェガン2機もろとも破壊されてしまいます。しかし瀕死のマサダの願いに応える形でフィンファンネルが起動し、ヤクト動画の撃墜に成功しました。なお作中でマサダが最後の力で撃破したヤクト動画は数日後の調査で3ヶ月前から起動不能だったと判明したため、マサダ中尉たちは幻覚を見て同士討ちしたと結論付けられています。ニューガンダムレディス機。本機は漫画機動戦士ガンダムレオンに登場しました。形状はアムロ機と同一ですが、カラーリングは暗い色を基調としているほか、ダブルフィンファンネル装備と同じく左右のマウントに6機ずつフィンファンネルを装備しています。なおレディス機はアムロが登場した機体のレプリカまたはアップデート版と示唆されていました。作中ではキールウェラー大佐が率いる反乱部隊ハマスによって秘密裏に入手され、レディス・レオノフスキーの愛機となります。そして主人公のルビー・ヒューゲットがカル・レオンと交戦しました。当初はフィンファンネルによる物量を利用し圧倒していましたが、レオンがアンチファンネルシステムを搭載したことでファンネルを無効化され、最終的には基本性能の差で敗北し撃破されています。量産型ニューガンダム。本機はミッシングモビルスーツバリエーションとして登場した機体です。全体的に青系のカラーリングで塗装されているほか、ブレードアンテナは原型機の4本のものから2本のものへと変更されているなど、細部に違いが見られます。シャアの反乱時における連邦の主力モビルスーツジェガンはネオジオンのギラ動画やヤクト動画に対して性能不足が懸念されていました。また反乱が長期化し、ネオジオン軍が戦力増強した場合を想定し、エースパイロット向きの量産機として本機が立案されました。本機は機体フレームや装甲材のコストを抑えた量産機でありながらサイコフレームを搭載しているので、基本性能は原型機の8割を達成しました。またバックパックの乾燥システムを採用したことで、ニュータイプ用のフィンファンネル装備型と一般兵用のインコム装備型の2形態が存在しています。インコム採用型ではバックパックに2門のビームキャノンと4機のインコムを搭載。さらに右腕にビームスプレーガンを装備するなど、兵装も原型機より火力重視に変更されています。こうして本機はニュータイプ一般兵問わず使える機体として完成しましたが、量産機としてはコストが高すぎることやシャアの反乱が想定より早く終結したことが影響し、量産計画は白紙となり、試作機が1機のみ製作されるにとどまったようです。ちなみにモビルスーツバイブル第1号によると、本機の開発はサイコフレームが表向きには禁止されていた0094以降とされています。そのため UC 計画で開発されたシナンジスタインや RX0 のように
サイコフレームの開発が例外的に認められていた機体ということになります。なお、漫画「機動戦士ガンダム UCW096 ラスト3」に登場する G ファーストは量産型ニューガンダムがベース機とされていますが、 G ファーストにはサイコフレームは搭載されていません。そのため、もし設定が最新のものに更新されれば、量産型ニューガンダムインコム装備型の中にはサイコフレーム非搭載機が存在したという形になるかもしれません。余談ですが、2019年 X でランユリさんが日輪ニューガンダムを作り上げ話題になっていました。なんとフィンファンネルは総数93個とのこと。その神々しさに惹かれた方も多いのではないでしょうか。こんなニューガンダムに出会ったらシャアは間違いなくサイコフレームを渡したことを後悔していたでしょう。冗談ではない。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。